昔、ある村に誰からも愛されている小さな女の子がいました。中でもおばあさんはその子をとても可愛がっていました。ある日、おばあさんは赤いビロードで作った可愛らしい頭巾を贈りました。女の子はそれがすっかり気に入り、毎日のようにかぶって歩きました。いつしかみんなはその子を赤ずきんと呼ぶようになりました。ある朝、母親が赤ずきんを呼びました。おばあさんが病気で寝ています。このケーキとぶどう酒を届けておくれ。きっと元気が出るでしょう。母親はかごを手渡しながら赤ずきんの目を見て言いました。森では道を外れないこと、走り回って瓶を割らないこと、おばあさんの家に着いたらきちんと挨拶をするのですよ。赤ずきんは元気よくうなずきました。大丈夫、言われた通りにします。赤ずきんはかごを持ち、おばあさんの家へ向かいました。家は村を離れ、森の中をしばらく歩いた場所にあります。空はよく晴れ、木々の若葉は朝の光を受けて輝いていました。道のそばでは小鳥が歌い、色とりどりの花が風に揺れています。赤ずきんは母親との約束を思い出しながら森の道を歩いていきました。その時です。道の先に一匹の大きな狼が現れました。けれど赤ずきんは狼がどれほど恐ろしい獣なのか知りませんでした。おはよう、赤ずきん。狼はまるで親しい相手のように穏やかな声で呼びかけました。赤ずきんも立ち止まって答えました。おはよう、狼さん。狼は牙を見せることもなく、静かに赤ずきんを見つめていました。こんな朝早く、どこへ行くのかな。狼が尋ねました。おばあさんの家です。そのかごには何が入っている？ケーキとぶどう酒です。病気のおばあさんに届けるの。狼はさらに尋ねました。おばあさんの家はどこにあるんだい？赤ずきんは森の奥を指さしました。ここからもう少し歩いたところ、3本の大きなカシの木の下、橋ばみの生垣のそばにある小さな家です。狼は黙ったまま赤ずきんと森の奥を見比べました。そして心の中で恐ろしいことを考えていたのです。狼は何も知らない赤ずきんに言いました。赤ずきん、周りに咲いているきれいな花をごらん。鳥たちの歌も聞こえないのかい？急いで歩くだけではせっかくの森がもったいないよ。赤ずきんは辺りを見回しました。朝の光は木々の間から差し込み、森の奥には美しい花が咲いています。おばあさんに花を持っていけばきっと喜んでくれる。そう思った赤ずきんは母親の言いつけを忘れ、道を外れてしまいました。赤ずきんが花を摘んでいる間に狼は森の道へ飛び出しました。赤ずきんが教えた道をまっすぐに駆けていきます。狼が狙っていたのは赤ずきんだけではありません。まずおばあさんを食べ、その後で赤ずきんを待つつもりだったのです。
やがて狼は森の奥に立つ小さな家へたどり着きました。狼は家の扉を叩きました。おばあさん、赤ずきんです。ケーキとぶどう酒を持ってきました。狼は赤ずきんの声を真似ました。すると家の中から弱々しい声が聞こえました。掛け金を押しておくれ。力が入らなくて起き上がれないんだよ。狼が掛け金を押すと扉は静かに開きました。狼は家の中へ入りました。病気のおばあさんには逃げる力が残っていません。狼は寝台へ近づくとおばあさんを人飲みにしてしまいました。そしておばあさんの寝巻きを身につけ、寝帽子をかぶり、寝台の中へ潜り込みました。部屋のカーテンを閉じ、赤ずきんが来るのをじっと待ったのです。その頃赤ずきんは花をたくさん摘み終え、ようやく道へ戻りました。やがておばあさんの家が見えてきます。けれど近づくにつれて赤ずきんの胸には何とも言えない不安が広がりました。いつもならおばあさんの家へ来るのが楽しみなのに、今日はどうしてこんなに落ち着かないのでしょう。家の扉はわずかに開いていました。赤ずきんはそっと中へ入りました。おはよう、おばあさん。返事はありません。赤ずきんは寝台のそばへ近づきました。カーテンは閉じられ、部屋の中は薄暗くなっています。寝台にはおばあさんの寝帽子をかぶったものが毛布にくるまっていました。けれどその姿はいつものおばあさんとは違います。赤ずきんは寝台のそばに立ち、不思議そうに顔を覗き込みました。おばあさん、どうしてそんなに大きな耳をしているの？お前の声をよく聞くためだよ。どうしてそんなに大きな目をしているの？お前の姿をよく見るためだよ。どうしてそんなに大きな手をしているの？お前をしっかり捕まえるためだよ。赤ずきんは寝台の中の大きな口を見つめました。おばあさん、どうしてそんなに大きな口をしているの？狼は毛布を跳ねのけました。お前を食べるためだ。狼は寝台から飛び出し、赤ずきんを人飲みにしてしまいました。赤ずきんを飲み込んだ狼は満腹になると再び寝台へ横になりました。間もなく家の外まで響くような大きないびきをかき始めます。そこへ一人の漁師が通りかかりました。おかしいな。おばあさんがあんな大きないびきをかくだろうか。漁師は心配になり、家の中へ入ってみることにしました。漁師が寝室へ入ると、寝台には探していた狼が眠っていました。こんなところにいたのか。漁師は猟銃を構えかけました。けれど狼の腹が不自然なほど大きく膨らんでいることに気づきます。もしやおばあさんはまだ腹の中にいるのではないか。漁師は撃つのをやめました。そして2人を助け出すため慎重に狼へ近づきました。漁師は眠っている狼を起こさないよう慎重に救出を始めました。やがて狼の中から
赤い頭巾が見えました。まず赤ずきんが助け出されます。赤ずきんは大きく息を吸い、震える声で言いました。中はとても暗くて本当に怖かった。続いておばあさんも無事に助け出されました。おばあさんは弱っていましたが、赤ずきんが持ってきたケーキを食べ、ぶどう酒を少し飲むと次第に元気を取り戻しました。赤ずきんは家の外から大きな石を集めてきました。赤ずきんが集めた石をみんなで狼の腹へ詰め、元通りに閉じました。やがて狼は目を覚まし、寝台から飛び降りました。けれど腹の中の石は重く、思うように走ることができません。狼は家の外へ逃げようとしてその場に倒れました。こうしておばあさんと赤ずきんを襲った狼は二度と起き上がることはありませんでした。すべてが終わると赤ずきんは心の中で強く思いました。もう二度とお母さんの言いつけに背いて森の道を外れたりしない。きれいな花や優しい言葉に心を奪われたためにどれほど恐ろしい目にあったのでしょう。赤ずきんはおばあさんと漁師に別れを告げ、今度は森の道をまっすぐ歩いて家へ帰りました。けれど赤ずきんはその後もう一度森で狼に出会うことになります。別の日の朝、赤ずきんは再びおばあさんへ食べ物を届けるため森の道を歩いていました。すると道のそばから前とは別の狼が現れました。狼は親しげな声で挨拶をし、赤ずきんを森の奥へ誘おうとしました。けれど今度の赤ずきんは立ち止まりませんでした。狼へ余計なことは話さず、道を外れることもなく、まっすぐおばあさんの家へ向かったのです。おばあさんの家へ着くと、赤ずきんはすぐに扉を閉めました。おばあさん、森でまた狼に会いました。とても親しそうに話しかけてきたけれど、目つきは少しも優しくなかったわ。おばあさんはうなずきました。それなら戸をしっかり閉めて決して中へ入れないようにしよう。しばらくすると扉を叩く音がしました。おばあさん、赤ずきんです。おいしいものを持ってきました。けれど二人はその声が狼のものだと知っていました。扉を開けず静かに息を潜めました。家へ入れないとわかると狼は静かに屋根へ登りました。赤ずきんが家から出てくるまで待ち、帰り道で襲うつもりだったのです。けれどおばあさんは屋根の上を歩く音に気づきました。そして窓から家の外にある石の桶を見ました。おばあさんはある方法を思いつきました。おばあさんは赤ずきんに言いました。昨日ソーセージを煮た湯がまだ残っている。それを外の石の桶へ何度か運んでおくれ。赤ずきんは言われた通りに湯を桶へ運びました。やがて暖かな匂いが屋根の上まで立ち上ります。狼はその匂いを確かめようと屋根の端から身を乗り出しました。もう少し、あと少し。その瞬間、狼の足が滑りました。狼は屋根から滑り落ち、
石の桶の中へ落ちました。そしてそのまま溺れ、二度と赤ずきんを襲うことはありませんでした。赤ずきんはおばあさんに別れを告げると、再び森の道へ出ました。今度は美しい花が目に入っても、森の奥から声が聞こえても立ち止まることはありません。道の中央をまっすぐに歩いていきます。赤ずきんは一度目の失敗を忘れず、自分の知恵と勇気で危険を避けることを覚えたのです。そして今度こそ何事もなく母親の待つ家へ帰りました。